彦十蒔絵棟梁の若宮隆です。私が生まれ育ったのはこういう田舎町ですので、農業とか林業とかを仕事にしていた、兼業農家で育ちましたから、どうしてもその遊び場というと自然の中でして、バッタ捕まえたりですね、川で魚を取ったり、そういったことをずっと子供のうちからやってきたもんですから、そういった物事がいまだに忘れられないっていうところもありますし、田舎ですので、お祭りとかもいっぱいあったりして、そういうお祭りに対する疑問とかがいっぱいあったり、それを何か今は昔の思った疑問を今は作品にしようかというふうになっているのかなと思いますね。この木はそうやって殺し垣によって、その木の、20年なり、10年なりの命を終えるんです。10月過ぎるとここから切るんですね。切ってしまうんですけれど、殺し垣ですからこの木はもうそれで終わりっていうふうに思うんですけれど、実はですね、漆っていうのは根っこが横に伸びておりまして、彦灰っていうのを出します。でこの木を倒すことによって新たな命がですね、この木からですね芽吹くわけです。ですからとても残酷なように聞こえますけれど、本当はそのことによって漆の木っていうのは再生を繰り返していて、今まで何千年の間人間が漆を描いて倒すことによって漆の木っていうのは新たな再生を繰り返して、生かされたとも考えられるわけです。どうしても私たち生きていく上ではなんて言いますか、自然に逆らえない部分があるんですけれど、でもその自然を、受け入れることによってしか、自分たちはその幸せになれないっていうことを感じるわけですね。人間には喜怒哀楽がありますので、喜んでいる時はいいんですけれど、悲しい時や苦しい時に、どういうふうに我々は自然やその環境と対峙して生きるべきかということを、ずっと、考えながら生かされてきたわけですね。そういうことに対して、先祖の、考え方または知恵みたいのがあって、それが漆器の中に生かされているんではないかというふうに考えるわけです。
カブトムシという虫、ちっちゃな虫ですけど、その中にも魂があるんだ。でその虫自体も我々と同じように種の保存の原理原則に従って生かされているんだというふうに、考えると、すごく愛おしく感じるわけですね。虫や植物が生きられないような環境であれば絶対的に我々も生きることができないんじゃないかっていうふうに考えるんですね。でそういうことをこの作品を見ることによって、考えたり感じたりそのきっかけを作ってもらうっていうのが私の狙いであるわけです。人間の感情というのは自然と同じで、見えないんですね。でどんなに親しい人でも、その人のその内面っていうのは、見えるようで見えないんですね。はっきりつかみようがないわけです。ですからこれは大自然と同じように、畏敬の念を持って接しなきゃいけないもんだっていうふうに感じるわけです。でその自然と、人の心というものを同じく考えた場合に、小説の中にそういったことがすごく生かされているというふうに思うんです。または物語の中にですね。でそれらが源氏物語になったり平家物語になったり伊勢物語になったり、古典の文学の中に生かされていて、それらがまた漆器の意匠となって生かされているわけです。そしてその漆器の意匠を見た時に、人はその物語を連想することによってその人が何が言いたいか、もしくはその人は何を大事に生かされているか、生きているかということを考える、一つのツールとして、蒔絵や、漆器を捉えることができるというふうに考えるわけです。六条の御足所は源氏物語のストーリーの中で確か27年間くらい生きていたという、主役格にも匹敵するような、長い登場期間があって、その中で、生きてる間はといいますか普段は、とてもいい人、物分かりのいい人でとてもいい方なのに、自分がその寝てしまうと、自分の体から幽体離脱した自分の悪い心が、人を呪い殺してしまうような、ことをしてしまうという、人間の、そこに何て言いますか本性と言いますか内面性があって、どんな人も多分そうなのかなっていうふうに。でこれは永遠不滅のテーマだと思うんですね。現代人も、確かにそういう部分があるんじゃないかって、私にもそういうところがあるわけで、それと今の自分のそのダメだと思う気持ちをどういうふうにいさめてバランスをとっていくっていう、ここが非常に重要なポイントなんですね。でそういうことのために物語っていうのは存在していて、人の心の拠り所となるわけですね、その、物語自体が。
天目茶碗というのが宋の時代に中国でありまして、日本に足利時代に渡ってきたりしたものですけれど、日本では国宝になったりしておりまして、その国宝の茶碗を漆で真似して作ってみようということで、作ったものがあります。でそれは、もちろん木で作ってますので、持つと驚くように軽いわけですけれど、見た目が本物のように見えるというところで、その人が持っている、培ってきた経験値によってそれがどのくらい重たいかを推測してしまうんですね。ところが実際に持ってみると、非常に軽いというところで驚くわけです。でこの驚きがですね、その人の持っている、価値観を一気に壊してしまうという、シャレでもあるわけですね。そうやって人の価値観にアクセスしたものができるというのが、非常にその人の今まで持っている全ての価値観に対してもう一回、新しく、それでいいのって問いかける、作用を、私が作ろうとした作品で持ちかけてみようという考えております。硬いところと柔らかいところあると、やっぱりそこで刃物の切れ込みが違ってくるもんで、薄いとこ厚いとこができてしまって、やっぱり割れの原因になる。やっぱり同じ硬さでできるだけ目が細かい材料を使う。16世紀の、デューラーという、方が作られた、蔡の、銅版画が大英博物館に収蔵されていまして、それを、漆で、しかも立体にして、作るという、しかもそこに、青銅塗りという塗りを施して、見立てというところまで、洒落てみせるという、そこにその面白さや、人の想像力の楽しさがあるんじゃないかというふうに思っております。で私がその作ろうとしている漆器は過去の、あらゆるものを研究して新しい漆器を作ろうということですので、その参考にしているのは漆器だけではなくて、今用という言い方をしますと、今生きている私たちの感覚を生かしたものを作るということです。それは、テレビを見たり映画を見たりパソコンが普及したり、そういったその時代の中にいるものが感じたままに、今のものを作るということが非常に重要と思うんです。それでなければ平成を象徴した漆芸品ができないと私は思ったんですね。ですので今私たちが作ろうとしているものは、衣装において言うと、そういったものですね、未来志向の漆芸品を作ろうとしています。
悪魔なのに人の心を持っているんですね。で、人間は人の心を持っているのに悪魔になる場合があるんですね。ですからデビルマンはそれによってすごく葛藤するわけです。本当に悪魔だけだったら何もそこで悩む必要はないわけです。極悪非道なことを繰り返せばいいわけで、ところがそこに人間の心を持っているからすごく悩んで苦しんで、しまうわけです。いろいろ悩むとですね、分かんなくなるんですね。で、分かんなくなったらどうするかって言ったら、自分自身の中身に問いかけるといいますか、一体自分は何なのかなって、どうしたらその満足、自分自身が満足いった人生を送れるのか、もしくはもっと、今、この時点で自分はどうしたら満足がいけるのかなっていうふうに、考えたんです。で、これは海外に初めて行った時にそういうふうに感じたんですけれど、外国の人は分かんないので、なんでこれ作ったんですかって、何のために作ったんですかってすぐ聞いてくるんですね。で、それがですね、あなたは何のために生きてるんですかっていうふうな問いかけに聞こえてきたことがあって、その時に自分は何のためにこういう仕事をしているのかなって思ったんですね。で、それをずっと自分自身に問いかけていて、今でも答えは見えないんです。ただ毎日のようにそれを問いかけながら、自分はどうしたら満足なのかなっていうことをずっと考えてるわけですけれど、それがですね、自分の中にあるものをどう表現したらいいかっていうことなんですね。技術ももちろん大事なんですけれど、私にとっては技術っていうのは表現のためにあるっていうふうに思っていて、技術 100% なんていうのはなかなか難しいわけで、今生きてる若い人たちも職人さんなわけです。あと10年したらもっといい技術になるかもしれませんけど、今生きなきゃいけないわけですから、今生きてるってことが一番大事なわけですね。ですから今のベストを、最善を尽くして作品を作るということが非常に重要なところで、それはその表現であるわけです。で、それがですね、全身全霊を傾けたものづくりというふうに考えているわけです。例えば5年経っても10年経っても100年経っても、価値観が残るようなものを作りたいと思うんですね。で、それは何かなって思って昔のものをずっと紐解いてみると、そこには普遍性があると思うんです。それが何かっていうと、宇宙観でしたり生命観でしたり、人の心にアクセスするもの、人の心を表現するもの、そういったものを作ろうというふうにも思い立ったわけです。